組成変形って知っていますか？ギター内部で深刻な変化が起きています。皆さんこんにちは。ギターカブトです。本日はアコースティックギターの所有者の永遠のテーマ、弦を緩めるか緩めないか問題を深掘りしたいと思います。以前の私の動画、マーチンの説明書を読むが大変好評をいただいて、多くの再生回数とコメントをいただいたんですよね。マーチンギターの取り扱い方の冊子の中で、これはスクエアロッドの時代の話ですが、マーチンのネックは丈夫で上がらない、つまり順反りしないというような記述があったんですね。ただ、長期間弾かない限りは緩める必要はないという表現もありました。今回は私なりの考えを根拠を示しながらお話ししていきたいと思います。このチャンネルではアコースティックギターに関するマニアックな情報や弾き比べ、機材のレビューを行っています。少しでも参考になったなという方は高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。いきなりですが結論です。アコースティックギターの弦は短期間なら張りっぱなしでもいいけど、長期間弾かないなら緩める。ただし、高音多湿の時期は要注意。それから個体差も大きいよ。そして精神的な緩めも大事です。なんだかどっちつかずで卑怯な答えのように思われそうですが、多くの方に納得していただけるように解説していきます。ではまず、弾性変形と組成変形という言葉をご存知でしょうか？弾性変形というのは、物質が力を加えた時は変形するけど、力を取り除くと元に戻る。これを弾性変形と言います。ゴムとかスポンジとか金属、竹、カーボン、そして木材にも弾性変形があります。もう一つ、組成変形は弾性変形を超える力が加わって、その力を取り除いても元に戻らない変形のことです。一言で言うと、一度曲がると戻らないです。木材であれば細胞壁と木の繊維が潰れてめり込んでしまうことによって元に戻らなくなってしまいます。ギターのボディをぶつけちゃったりしてもへこみ傷ができてしまいますよね。それも組成変形と言えます。建物で言うと、ピアノを置いている和室の床が下がったり、鴨居がたわんで障子が動かなくなったり、障子の隙間ができてしまったりしますよね。それも組成変形です。この弾性変形や組成変形は材質の大きさや形状、木材であれば乾燥具合によっても大きく変わってきます。この弾性変形や組成変形の視点ってまあまあ重要だと私ギターカブトは思っています。アコースティックギターに変形が起きてほしくない場所は主にネック、そしてこのブリッジを含めたこの辺りのトップですよね。もちろん全体をね大切にしていると思いますので、どの部分も変形してもらっては困るんですが、弦が起こす変形の中ではネックとトップに変形を起こしたくないということです。アコースティックギターの弦はゲージにもよりますが、スタンダードチューニングをすると60キロから70キロの引っ張る力がかかっているとされています。成人男性1人分ぐらいの重さなので、この数字にインパクトはあるのですが、力がかかる方向、ベクトルはネックやボディに対して垂直方向ではないです。つまりここにペグがありますが、ここから向こう向きにこのような向きで引っ張っているのではありませんし、この方向に男性一人が捕まってぶら下がると一気に壊れそうな感じがしますよね。ナットやサドルがあるので、若干斜め方向からヘッドやボディトップを引っ張ることにはなりますが、おおむねネックに対して平行に近い張力がかかっています。
これを完全に緩めると張力が解放されてネックが逆反り方向にわずかに動くことになります。試しに1弦だけ張りっぱなしにしてみます。今はスタンダードチューニングです。1弦のチューニングを合わせました。1弦以外の弦を緩めていきます。2弦から5弦の弦を緩め終わりました。1弦のチューニングの様子を見てみます。先ほどより明らかにシャープしていますよね。1弦だけ張りっぱなしにするとネックが逆反って残された1弦にさらに逆反り方向にネックが動きますので、さらにテンションがかかって E の音のピッチは上がります。スタンダードチューニングでわずかな順反りにセッティングしていたこのギターでもフレットが弦に干渉してペシペシな音になっています。トップが膨らんでいるギターだとトップのわずかな歪み、歪みがなくなって見える場合もあります。またチューニングし直すと当然ネックは逆反り方向に向かって反っていって1弦のチューニングも元通りになるはずです。ではやってみましょう。2弦から5弦のチューニングを戻し終えました。1弦のピッチを見てみましょう。当然ですが1弦のピッチも元に戻りました。これが弾性変形と言えます。トップの膨らみに関してはそれ以上悪化しない、ブリッジの浮きも発生しない、セッティングに影響しない軽度のものであれば大丈夫だと思っています。木材の状況が変わらなければ理論上スタンダードチューニングをした時にいつもこのセッティングになるはずなんです。そしてギターの設計と木材の強度が十分であれば何年張りっぱなしにしても理論上は OK なんです。ただこのバランスが崩れてしまうことがあります。そうです。ずっと弦を張りっぱなしにして力をかけ続けることと高音多湿の融合です。高音多湿は組成変形をアシスト、加速させてしまうんですね。湿度の高い状況が木の含水率を上げて材を構成しているリグニンやセルロースを柔らかくしてそこにさらに熱が加わることで強度が弱くなって変形が固定されやすくなります。逆に低温乾燥状態では木材は強くなります。ただし乾燥による割れには注意が必要です。ちなみにキノコはこの水分を含んだリグニンやセルロースを分解しながら成長します。そしてクワガタムシの幼虫はリグニンやセルロースを直接分解することはできないので、キノコが分解している途中の木材を食べることで効率よく栄養を吸収して成長できるわけです。話がそれました。つまり高温多湿の状況下で弦を張りっぱなしにするのはやめておいた方が良いということです。ギターのサイド材を曲げたりする際に熱や蒸気でプレスする工程をご覧になったことがある人も多いかと思います。木材の曲げ加工をしたい場合は熱と蒸気でリグニンを軟化させて力を加えて曲げてその後冷却乾燥すればできます。お住まいの地域によって高温多湿になりやすいかなりにくいかが変わってきます。北海道なのか東京、宮城、長野、愛知、京都、大阪、広島、福岡、沖縄、もちろん世界中ですね。アメリカ、東南アジア、オーストラリア、ヨーロッパ各国それぞれの地域で高温多湿になりやすいか
また生活スタイルとして暖かい時期の雨の日なんかに窓を開けて過ごすことがあるかどうかでも大きく変わってきます。特に灼熱の時期の35度以上になる室内や自動車の中に弦を張ったまま放置するのはやめておいた方がいいと思います。ただどんな状況でも大丈夫だというギターも中にはあります。それはギターの個性です。もっと細かく言えば設計強度と材質の強度や工場出荷時の乾燥具合、木材の切断面や接合部分、こういったものも弦のテンションにどれだけ耐えられるか、そして組成変形を起こさないか大きく影響します。工場を出た時が完璧であっても通常使用の状況で数年経過するとネックや指板の接合部分でわずかな潰れとか収縮、また接着剤の変化が起きてセッティングの変化が起きる可能性があります。これはある程度仕方のないことだと思います。例えばこの L00 ですとこのネックブロックの部分少しへこんでいるんですね。これはもしかしたら木材の収縮がこのネックブロックの部分で起きているのかもしれません。いやいや、それは弦の張力によるものだろうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらのエンドブロックに関しても若干のへこみが確認されます。おそらく高温多湿の下で弦を張りっぱなしにしていて長期保管していたんじゃないかと思われるギターがこちらです。エピフォンのカジノはトラスロッドは回し切った状態なのにものすごい順反り。NA の方もトラスロッドを回し切った状態でかなりの順反りプラスものすごいトップの盛り上がりと波打ちでした。トップの盛り上がりは今でもあってエキストラライトゲージでも張っていれば波打ちと膨らみが出て緩めると収まります。これを弾性変形と捉えて良いかは微妙ですが、設計か材の強度の問題、もしくはブレーシングの剥がれなどを疑っても良いかもしれません。あとはトラスロッド自体の弾性変形。トラスロッドはこのように曲がった状態で仕込まれていますので、このトラスロッド自体がまっすぐに戻ろうとする力も影響する可能性があります。弦をベロベロになるまで緩めた場合、逆反り方向に反るということもあるかもしれませんが、今回はトラスロッド関係の解説は割愛させていただきます。弦を緩める場合、ペグのギア比にもよりますが、ペグ1回転から2回転ほどで十分だと個人的には思っています。経験上1弦と3弦が切れやすいですが、緩めるなら全ての弦を均等に緩めた方がいいんじゃないかと思います。もしくは1、2弦と5、6弦など、ギターの弾き終わりにダウン系のオープンチューニング、それから半音下げチューニングや全音下げチューニングで終わるというのもいいアイディアだと思います。ここまで解説してきたところで、弦を張るか緩めるかの目安を弾く頻度やギターのライフスタイル別にご提案したいと思います。一つ目、不安だったら毎回緩めましょう。あと、たまにしか弾かない方、来週末弾くかどうかはっきりしていない方、そして夏場にエアコンをつけずにギターの保管部屋がサウナ状態になる方、あと雨の日も窓を開けて涼しくて湿った空気をお家の中に取り入れるよといった方も緩めた方がいいかもしれません。毎回緩める必要はないとか、そんなことは無駄だとか、ナットがすり減る、かえってネックに負担をかける、いろんな反対意見があるとは思いますが、高額で大切にしているギターの状態が悪くなったり、そういうご経験があったりした方は毎回緩めるというので良いと思います。
ギターを楽しむ生活をしているのに弦を張りっぱなしにすることでストレスになるくらいなら毎回緩めると良いかと思います。不意に弾かない時期が来てしまってもギターの状態をよく長く保つことができます。2つ目、これは私の場合なんですが、いくつかのギターをローテーションして弾く場合、長期保管場所、これはロッカールームとしておきましょう。そこに置くときは緩める。スタジオルーム、この場所ですね。あとギタースタンド、この部屋をベンチとしましょう。そしてギタースタンドをネクストバッターズサークルとしましょう。ここに置いておくときはいつも張りっぱなしにしています。1週間や2、3週間ぐらいでローテーションしてこれを保管するクローゼットにしまうことがあるので、その場合は緩めるといった感じにしています。3つ目、毎日か2、3日に1回は弾くなら張りっぱなしで OK です。ただし暑い時期や暖かく湿った日は要注意なので、ケースに入れられるなら少し緩めておきましょう。4つ目はずっと張りっぱなし。これまで何の不具合も起きていないなら張りっぱなしで OK です。ギターの設計も材の強度も十分で、温度や湿度の調整もうまくいっているんだと思います。それはただし、このギターでうまくいったからといって新しく迎え入れるこれからのギターもうまくいくとは限りませんのでご注意ください。実際に私の1977年製の D19、 こちらの D19 は15年以上くらいかな、張りっぱなしの時期がありました。それは今から20年から40年ぐらい前の話で、エアコンによる温度管理は全くしていませんでしたが、幸い北側の部屋の押し入れの中に入れていたのでうまく守られていたのかもしれません。また今より真夏日や猛暑日の少なかった時代だったからかもしれません。どの保管方法にするかはあなた次第ですが、楽しくいい状態でギターを弾き続けられるのが一番ですよね。こんな風にやっているよということがあればコメントで教えてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。